はい、皆さんこんにちは。ケタリンガムファクトリーです。今回からですね、いよいよ、タミヤ12分の1、ロータス78の制作の方を始めていこうと思います。まず最初はですね、こちらの外装関係のですね、パーツから始めていこうと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。ではですね、この、今映っているこのセンターモノコックのパーツから始めていこうと思いますが、まずですね、いきなり問題なのが、このモノコックの表面にですね、こういっぱいこうリベットが打たれています。で、このリベットの処理をどうするかというところですね。と言いますのは、この表面を塗装した後に、取り出しをちょっとしたいと思っているんですね。ところが、この取り出しをすると、このリベットの頭がですね、ちょっと削れてしまうので、そのモールドがちょっとなくなってしまうという問題があります。ですので、ここの部分をどうやって表現するかというところを、まず考えていきたいと思うんですけれども、まあ、いろいろ過去にですね、プロモデラーさんの作品とかをちょっと見ていると、まあ、一般的に、ここの部分のですね、そのプラスのモールドですね、まあ、通常ですと、このモノコックからですね、このリベットの部分が、こう、頭を飛び出すような形でモールドされているんですけれども、ここをですね、ピンバイスでこう穴を開けて、逆にこう、掘れてるようにモールドをする。ですけれども、まあ、実際に見た目としては、こう、実際にリベットがこう、出ているように、穴が開いているんだけれども、リベットが出ているように見えるという処理をする、やり方の方が大体、まあ、一般的なようです。で、さらにですね、ちょっと本格的な方になると、その穴を開けたところに、ちょっと別のパーツでこう、リベットを入れていく、いうようなことを、伝える方もいます。はい。で、そのリベットを入れるにしても入れないにしても、まあ、いずれの場合でも、ここのですね、リベットのモールドを全部、削り取りまして、で、ここに綺麗に、ピンバイスで、この外装の線に従って、綺麗に等間隔で穴を開けていかないといけないという工程が発生します。なので、まあ、ここがですね、まあ、こう、等間隔になってなかったりとか、線がこう、ヨレヨレになっていたりとかすると、非常に見た目が悪いので、ここをじゃあどうやって綺麗に開けていこうということが問題になってきます。で、どうやってこの問題を解決しようかなと思っていたんですが、今回ちょっと2台作るということもありまして、テンプレートをちょっと1回、作ってみたいと思います。で、そのテンプレートに従って穴を開ければ、まあ、綺麗に穴が開くような形で、進められていければなと思いましたので、じゃあまずそのテンプレートを作るというところを始めていきたいと思います。はい。でですね、あとちょっと言い忘れていたんですけれども、ちょっとそれ以外のですね、この、モノコックのパーツの、加工についてちょっと説明したいと思います。まずはですね、ちょっとこの右側の、リベットの穴を開ける前に、このシフトレバーが干渉する部分の、コブになっているパーツですね。ここをちょっとつけておきます。それからこれ見てわかりますかね。ちょっと、肉眼で見てもわかるぐらいのですね、このダボの裏側に、パーツの引けがあります。なので、ちょっとこういうところを修正するのと、あとはちょっとやっぱり全体的に、結構引けが目立つ、パーツ、箇所がありますので、ここも、まあ、瞬間接着剤ちょっと、で埋めて、ちょっとプラットにするようなことをしていきたいと思います。で、プラス、この DFV の、カムカバーに合わせてこう斜め45度になっている部分なんですけど、これ本来モノコックの、部分は、この若干この壁の部分から、こう、上を向いている部分の間がこうほぼ90度に近いような感じで、作られているところに、この斜めの板を追加したような感じになっています。で、この接合部分が、この両側のこの接合部分が、実は、このパーツだと一体にこう成形されちゃってるんですけども、この金属の板をこう、後付けしたような感じで、ここにちょっとこう、被さった部分があります。なので、ちょっとこの、部分をですね、ちょっとこう、0.1 ミリぐらいのプラ板を追加して、加工していこうかなというふうに思っています。で、それからこのコクピット両脇のフィンですね。ここは、一旦ちょっと取っちゃいます。なぜかと言いますと、ここにJPS の、ストライプが入るんですね。で、ちょっとこのフィンがあると、そのストライプ、
入れられなくなっちゃうんで、これをちょっと一旦取っちゃって、ストライプを入れてからまた上から付け直すというようなことをしたいと思います。それから、この、フロントカウルと、エアボックスを固定するためのこのダボ穴がついてるんですけど、これ実車には存在しないんで、これもちょっと埋めちゃいます。はい、というところで、加工していきたいと思います。はい。でですね、テンプレートのパーツなんですけれども、作り方は非常に原始的です。もっといいやり方があるのかもしれませんが、私はこのやり方でいきます。このモノコックの表面にですね、紙を貼り付けまして、ちょっと裏側からちょっとマスキングテープで留めて、で、このモールドをちょっと浮き上がらせるような、この外装のですね、このモールドをちょっと浮き上がらせるような形にしたいと思います。で、このリベットの線をですね、浮き上がらせるように、この鉛筆を使って、この鉛筆の、表面で、このモールドを、当てていきます。そうすると、ここに、リベットの跡が浮き上がってきます。こんな感じで、大体でいいんでね、どんな感覚でリベットが、打たれてるかみたいなことが、大体把握できればいいので、こんな感じでですね、あとはちょっと多分この辺にももうちょっとリベットがあったはずなので、ちょっとこの辺もちょっと、これですね。はい。で、あとはですね、モノコックの上面、ここですね。ここと、あと、ここにもちょっと何気に、リベットの跡がありますので、この辺も、忘れずに、モールド出していきます。このモノコックの上面はですね、丸いメンテナンスホールが入ってますんで、そこの、位置関係がちゃんとわかるような形で、モールドを出していきます。こんな感じですね。はい。で、そうやってですね、型紙に、リベットのモールドを取りましたら、その紙をですね、パソコンで、スキャンをします。で、スキャンしたイメージをですね、Adobe のイラストレーターを使いまして、トレースをしていきます。で、トレースを、しながら、そのリベットの感覚ですね、型紙に、浮き上がったリベットの感覚を、なんとなくトレース、再現していきながら、ドットを、打っていきます。で、こうして出来上がった、テンプレートの、原型がこちらになります。で、ちょっとよく見えるように少しちょっと近づけていきますけれども、表面の線に従って、リベットのドットがここに打たれています。で、実際の、タミヤのパーツにはここのリベットラインがなかったんですけれども、これ実写には打たれていますので、これも追加しておきました。で、これがですね、ちょっとトリッキーになってまして、ドットが3個ずつ、谷のような形で、並んでいるんですね。まっすぐ、一直線に等間隔で並んでいるのではなくて、3個ずつ束になって、この谷線を描きながら、ドットが描かれているというのが、ちょっと、注意点になります。で、あとは、このエンジンマウントのあたりですね。この辺も、ちょっとタミヤのキットは実際よりも少し数が少なかったように見えましたので、ちょっとそれっぽく増やしておきました。で、あとはこの給油口の、周囲にある、ちょっと6個ですね、放射状に打たれているもの。あとは、先ほど、上面のものを取りましたけど、それから上面のもの。で、これ後ほどちょっと紹介しますけれども、このシフトノブの周囲に、ちょっと輪っかのようにですね、ちょっとモールドがあるように見える車もありますので、それのパーツも一応、つけておきました。ちょっと使えるかどうかはわかりません。はい。で、ここまでできましたら、この紙ですね。紙の上に、今回この 0.1 ミリのプラバンをちょっと重ねてます。で、これを重ねて、マスキングテープで固定します。マスキングテープで、この紙を固定して、
で、ここに打たれているドクトを、1個ずつ、ピンバイスで穴を開けていくということにします。で、今回は、とりあえず一旦、0.6 ミリのピンバイスで穴を開けていこうと思います。ちょっと、その後、大きくするかしないか、ちょっとわかりますけど、とりあえず 0.6 にしておけば、とりあえず大丈夫かなと、思いますので、0.6 で、ピンバイス穴を開けていきます。はい。で、ピンバイスで穴を、全部開けまして、で、外装のですね、線に従って、このプラ板を切り落としたら、テンプレートの完成になります。わかりますかね？ちょっと透明だからめちゃくちゃ見づらいと思うんですけれども、これが、モノコックの右側ですね。で、それからこれがモノコックの、左側。はい。はい。で、これ上面ですね。上面の、パーツ。あと、モノコックの、両脇なんですけれども、ちょっと DFV のカムカバーのところのですね、ちょっと寸法が、いまいち、うまく取れなかったので、ちょっと別パーツにちょっと切り分けました。で、先ほどちょっと、紹介、し損なっちゃったんですけれども、実は、モノコックの、これですね、ちょっと下側の、リベットのボルトがありますので、これもちょっと開けておきました。はい。あとは、これかなこれあれですね、サイドの給油口の部分ですね。はい。の、テンプレートになります。ということで、こんな感じで、テンプレート出来上がりましたので、これを、センターのモノコックのそのパーツにですね、貼り付けて、リベットを開けていくということになります。で、とはいえ、綺麗にもちろん型紙のところでは、綺麗にリベットを上げたはずではあるんですけれども、当然この穴を開けていく作業っていうのは、人力でやることになるので、若干はずれます。若干はずれるんですけども、多分、最初から、人力で、完璧にやるよりは、かなり楽に、綺麗にできるんじゃないかと思っています。はい。で、そうしましたらですね、モノコック、表面のですね、リベットのモールドをペーパーで削り落とした後、このテンプレートを貼り付けて、ピンバイスで穴を開けていくということになります。はい。ではですね、端から1個ずつ穴を開けていきます。これ、端から順序よくですね、やっていかないと、どこまで穴が開いたかわからなくなってしまいますので、端から順序よくやっていきます。とりあえず今回は、リベットを後から刺す方向で考えているので、思いっきり、貫通するまで、穴開けちゃいます。これをですね、リベットを穴だけのモールドにしたいんだったら、突き抜けないように、した方がいいと思います。で、ここのところまで達したら、一回、このもうすでに開けているところに、マスキングテープをもう一回貼り直して、この、マスキングテープ貼った部分は、穴を開けていくということになります。はい。で、終わりましたら、じゃあ他の面の部分も、同じように、こうやってテンプレートを貼り付けて、穴を開けていきます。はい。2台分ですね。パーツの加工終わりました。こちらが、USGP ウエスト、マリオ・アンドレッティ社。こちらが、ベルギー GP、グンナー・ニルソン社のモノコックパーツになります。で、見ていただくとわかると思うんですけども、ここにリベット穴を、開けています。それから、DFV のカムカバーが当たるところですね。0.1 ミリのプラ板を帯状に切って、付け足して、この部分のですね、パーツのこう、継ぎ足し感をちょっと演出してみました。で、それから、ダボ穴ですね。プラ棒で埋めています。
で、軍団輸送車も基本的にはやってること一緒なんですけれども、ちょっとこの2つのパーツの違いについてちょっと説明していきたいと思います。まず1点目はですね、この、シフトノブが、シフトレバーですね。シフトレバーが、干渉する部分のこのコブのパーツなんですけれども、軍団輸送車、これ2号車なんですけれども、こちらについては、このコブの周りのリベットの跡がありません。なので、ちょっとこの部分にはリベットを開けていないと、リベット穴を開けていないということになります。型や、マリオ・アンドレシティ社のこの3号車になるんですけど、このコブに加えて、この周囲に、ちょっとパーツを、板をちょっと突き足したような感じで、このコブの周りにもリベット穴が、リベットがついているのが特徴です。なので、ちょっとその、感じをちょっと再現してみたというのが1点。それからもう一つは、このモノコックの上面ですね。ここに、オイルタンクとか実は、オイルの、キャッチタンクがちょっと入るようなスペースがあるんですけれども、これがシーズンの途中からちょっと大型化されました。おそらくスペインだと思うんですけど、なので、ちょっとこの、大型化されたタンクが入るように、この穴の大きさがちょっとこう、釣り金状に拡大されています。なので、ちょっとその感じをですね、ちょっと再現してみました。はい。これで以上、モノコックの、パーツの方が、穴開けの作業ですね、終わりましたという状態です。はい。で、モノコックにですね、このリベットの穴を開けたところで、じゃあ、実際にここにリベットを入れてみたらどうなるんだろうっていうのをちょっと試してみました。で、試す前にですね、そのリベットを、何を選ぼうかというのがね、非常に苦労しました。で、まず最初に、試してみたのがこれです。モデルファクトリーヒロの、3D プリントの、リベットです。で、一応物は、12分の1のマトラ MS11 用のものですね。軸径が 0.5。で、リベット径が、0.8 のものになります。で、頭は、ラウンドヘッドなんで、ちょっと球形のですね、ものになります。で、これ、ロータス4級とかにも、ほぼ同じ、サイズのものが、オプションパーツとして出てるんですけども、これの、それの、マトラ MS11 用のものになります。で、これをちょっと入れてみたのが、ちょっと、わかりやすいようにちょっと別に写真を撮ってみたんで、これを見てほしいんですけれども、なんと言いますか、F1 マシンというよりは、なんか、昔の黒船とか、なんか、中世の縄文みたいな、かなりのそのゴツゴツした、リベットになっていまして、ちょっとこれは使えないかな、というふうに思いました。で、じゃあもうちょっと小さくて、形のいいリベットないかなと思ってすごく探したんですが、その結果見つけたのがこれですね。これ、チェコのですね、ガスハンスというですね、メーカーのものになります。で、チェコって、最近なんかミリタリー系のプラモデルは本当になんかすごい、いろんな種類のものが出ていて、多分今世界一チェコ熱いんじゃないかと思うんですけれども、はい。そんなこと話は置いといてですね、そこから、同じく 3D プリントで出ている、これ、ちょっとですね、見ていただくとわかりますかね。その完全なそのラウンドヘッドの、半球形の頭ではなくて、少し、フラットスフェリカルリベットって言ってるんですけど、少しちょっと潰れた感じの、球形の頭になっています。で、この製品は、リベット径が 0.5 の軸径が 0.4 のものなんですね。ちょっとこれちょっと小さすぎたんですが、他にもいろんなサイズのものが出ていまして、リベット径が 0.7 の軸径 0.6 と、それから、リベット径 0.6 の軸径 0.5 というちょっと2種類をですね、ちょっと試してみました。で、見た感じが、ちょっと、わかりますかね？これちょっと見えますか？こんな感じのすごい、今時ってなんかもう 3D プリントってこんな成功にできるんだってちょっとびっくりしましたけれども、を試してみたのがこちらの写真です。
結構なんかどちらも、いい感じなんですが、まあ多分ちょっと軸径、0.5 の、リブ系 0.6 のやつの方がまあ実際のサイズにもちょっと近いんだけど、まあ 0.7、0.6 の方がなんかちょっと存在感はあるし、まあちょっとどっちも捨てがたい感じはするんですけども、非常に雰囲気としてはどちらも、悪くないなと。特にその頭がやっぱりその半分フラットな、リベットっていうのが、なんかすごいちょっといい感じなので、ちょっとこのですね、2つをですね、実際、やるときはちょっとどちらがいいかをちょっと見比べながら使ってみたいなというふうに思います。はい。モノコックがですね、ようやく一段落しましたので、今度はですね、フロントカウルの方にちょっと移りたいと思います。フロントカウルのパーツ、これですね。こちら、ちょっとミラーが一体化した形になってて、ミラーのパーツがちょっとこの両脇のものになります。で、これをですね、ここのちょっと合わせ目ですね、を消すのが意外とこう楽じゃなかったりなんかするんですね。ちょっとこの辺ちょっとパーツも消えてたりなんかするので、これが、ね、なかなかですね、思ったほど楽ではないんですけれども、ちょっとこれを頑張ってですね、ちょっとやってみようと思います。はい。で、フロントカウルなんですけども、ちょっと加工を入れています。まずはですね、ここと2箇所、ここの2箇所にあった、ダボをですね、モノコックのところでも説明しましたけれども、ダボと、ここにダボがあって、モノコック側にダボ穴があるんですけれども、これを全部、取っちゃいました。実車には存在しないので取っちゃいました。で、代わりに、この2箇所にですね、ネオジム磁石を入れています。で、実際の、車のカウルの固定、仕方なんですけれども、このカウルですね、この辺、ちょっと2箇所ぐらいに、ちょっとしたこう、固定用の、金具が飛び出ていまして、それで、モノコックに固定する方式になっています。ですので、ちょっとそれに、近い形を、後でちょっとこの子にもですね、ちょっと金具をちょっとつけてみて、再現しようかなというふうに思っています。それから、この接合部分が、意外と厄介でして、これが結構ですね、後になってから、一生懸命合わせ目を消しても、後になってからですね、ちょっと力を入れて、こう、こじったりなんかすると、すぐ割れてしまったりなんかしますので、ここはですね、ちょっと、0.3 ミリのプラ板を入れて、補強を入れています。で、後にして思ったんですが、このネオジム磁石を入れている、このパテの部分をですね、実はここと、この合わせ目に、持ってきてしまえば、もっと合理的だったなと、ちょっと後悔してるんですけれども、いずれにせよ、ここはちょっと、補強はおそらく必須になると思うので、やった方がいいかなというふうに思います。はい。でですね、次にじゃあ、エアボックスにちょっと進んでいきたいと思います。これちょっと仮組みの状態なんですが、このエアボックスもですね、なかなかに手強いです。まずはこの入り口のところですね、上下でこう合わせるような感じになっているんですけれども、この合わせるところのですね、ちょっと、入り口のところの肉厚がちょっとあってなかったりなんかするんで、ここはちゃんとペーパーで、綺麗に、均等な厚さになるようにちょっと整えてやる必要があります。それから、この上下のこの、ここですね、この入り口の、エアボックス入り口のですね、そのパーツと、この本体のパーツの合わせ目、パーティングラインが、非常にその、奥まったところにあるので、なかなかペーパーかけにくかったりします。それから、この辺ですね、この辺の上下の合わせ目なんかも、しっかり、ギャップがなくなるように整えてやる必要があります。はい。では、ちょっとこれもやっていきたいと思います。はい。エアボックスですね。作業できました。見ていきたいと思います。この辺のパーティングラインですね。消しました。それから、入り口のところですね。ちょっと肉厚、違和感がないように、整えています。それから、この辺の、パーティングラインを消したりとか、していますけれども、あとはですね、フロントカウルと同様にですね、この、ここに4箇所ダボがあるんですけれども、これはもう取っちゃいました。で、代わりに、この2箇所にネオジム磁石を入れています。実車の場合はですね、このロールバーがここに来るんですけれども、ここにロールバーのですね、ところにちょっと取り付け用の、金具みたいなところがありまして、そこに、ピンを差し込んで固定するような形になっています。
で、リア側はこの辺に、DFV のカムカバーと固定するようなスプリングが伸びていて、そのスプリングで固定するような形になっているんですけれども、これはちょっと後ほどですね、やっていくとして、一旦ここで、そのエアボックスの作業は区切りにしたいというふうに思います。はい。ではこれでですね、センターモノコック、それから、フロントカウル、エアボックス、それぞれ、ボディの、下処理が終わりました。で、先ほど言った通りなんですが、ここですね、それぞれ、フロントカウル、エアボックス、ネオジム磁石を入れていますが、この、センターモノコック側もですね、ネオジム磁石、入れておきました。で、これで、フロントカウルがこんな感じ。で、それから、エアボックスがこんな感じで、一緒に、くっつくというような感じになりました。もう一台も、同じですね。はい。これで、はい。つくようになりました。はい。ということでですね、なんかこう、ロータス78っぽい感じが、出てきたところで、今回はこれで、一旦区切りとしたいと思います。はい、今回の動画ですね、こちら、センターモノコック、リベットの穴開け、それから、下処理ですね。同じように、こちら、フロントカウル、組み立てと、それから下処理、ね。それからエアボックス、こちらも組み立てと下処理を行いました。はい。で、次回はですね、引き続き外装関係ということで、フロントノーズ、それからウィング関係等々やっていきたいと思います。はい。では、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお目にかかりましょう。さようなら。